皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。相手の方の中飛車に対してね、居飛車穴熊に囲って戦いました。今回ね、中飛車が、角銀中飛車という比較的ですね、バランス重視の振り飛車に対して、私の居飛車穴熊という硬さを重視する作戦、バランス対硬さというね、対抗形になったんですけれども、そちらの方ね、中盤ゆっくりね、解説しておりますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、それではね、早速解説の方を始めていきたいと思います。本局私は後手番ということなので、相手方のね、方が先手の形なので、上下ね、反対というかね、上から見るの方が私の景色になりますね。はい。で、7六歩、8四歩、6六歩、6二銀、5六歩。で、5四歩に、5八飛車とね、相手の方がね、回ってきました。私はもうね、8四歩とついてるんで、居飛車を明示しているんですが、相手の方ここでね、5八飛車と回ったことで、中飛車が確定しました。はい。で、3四歩。こう角道をね、止めている中飛車というのが一つポイントですね。最近のね、将棋界ではね、結構角道を止めない中飛車も多いんですが、本局はね、6六と止めているので、比較的穏やかな持久戦になりやすい、作戦と言えると思います。で、6六歩、ごめんなさい、5八飛車、3四歩、6八銀となりまして、4二玉、6七銀、3二玉と。やっぱ外角が止まってますとね、こうやってゆっくりね、お互いに駒組みが進むことが多いですね。はい。で、7八金と。この手がね、本局、バランスを重視したね、中飛車と言ったんですけど、角銀中飛車の形ですね。こう金上がることで、玉の方にね、金を使えないので、硬さは落ちるんですけれども、全体的なね、バランスで勝負しようということですね。はい。で、5二金、右となりまして、4八玉。5三銀、3八玉と。で、8五歩とつきました。で、7七角とね、角頭を受けてきまして、ここでね、私の方、後手番、居飛車側からずっとここが作戦の軌道でしてね、急戦を目指していくんであれば、7四歩とついて、例えば7二飛車と寄って、角の頭を狙っていくような、指し方が考えられるところですね。はい。実戦は4四歩とついてね、さらにじっくりね、角道がこうお互いに二重に止まる形なのでね、よりこう戦いが起こりにくくなっていきます。はい。で、5五歩と。4四歩を見てね、機敏な手ですね。同歩、同飛車とね、一歩交換を先手の方はしました。ここですぐね、5四歩と打つ手もあるんですが、4三金とね、ちょっと補充して指しましたね。飛車が前に出てる状況ですのでね、金銀で対応しておけば、すぐに打つ必要はないと言えますね。はい。で、4三金に2八玉と。で、3三角。5九飛車と。ここに下段に引くのはね、中飛車のポイントですね。ここのね、5八に引きますとね、ここですぐに何かあるってわけではないんですが、後々戦いが起こった後に、5九銀というね、7八金とのバランスが悪くなる時があります。ですので、飛車を5九に引いておくと、非常に隙のないね、好形になります。はい。で、5九飛車に、2二玉と囲いました。で、3八銀。先手の方はね、香車上がって穴熊も考えられましたね。ただ穴熊にしたとしても、この金がね、やはり離れているので、それほど硬い囲いになるわけではないんですね。むしろ、金銀のバランスが悪くなってしまう可能性がありますので、本局のように、美濃囲いにする方が、7八金型との相性はね、いいと言えるんではないでしょうか。で、3八銀に、私は1二香。ここは3二銀とね、対局中も言ったんですけども、ちょっと迷いました。ね、香車を上がって私はね、金銀をね、集めやすい形ですので、穴熊を目指しました。で、5六銀と進出してきて1一玉と。で、4六歩。2二銀とね。私のはやっぱり穴熊で香車上がったからには、しばらく駒組みです。で、3六歩。3一金。これでね、穴熊は完成ですね。で、1六歩に、1四歩。この手はね、1四歩と受けない手もあるところですね。ただもう穴熊が完成したので、端を受けたことによって手が遅れて、穴熊が完成する前に速攻されてしまうということはないですね。もう受けても完成しているので、比較的ね、手に余裕があるということで、1四歩と本局は受けました。で、2六歩。で、9四歩と。この辺はね、ちょっと様子見の意味もありますね。で、9四歩に、2七銀と。受ける手もあったと思います。2七銀とね、さらに。ここは難しいですね。4七銀
上がるとね、上がってこうね、こちら側のね、木村美濃のような形にする手もあるところです。実戦は2七銀でね、銀冠を目指しました。で、7四歩。3八金。5一角と。まあ、そうですね。居飛車側はまあ、駒組みが少しずつ飽和状態というかね、玉の囲いは完成したのでね、どのような攻撃陣を組むかということなんですが、まあ、角の繰り替えをね、本局は選択しました。まあ、7二飛車でよって角の頭を狙う手もあるところですね。はい。まあ、角を引いて、3七桂に、まあ、5四歩とね、まあ、これはね、しばらく打たないで指してたんですけどね、そろそろ打ち頃かなと。まあ、打たないで、さらにね、頑張る手もあったと思います。まあ、実際5四歩とね、まあ、後手はおとなしいところですね。はい。で、9六歩とね、打ってきまして、そうですね、ここで先ほど言った手を、決行しました。7五歩とね。まあ、こう、受けておいて、傷を消してからの方が、こう、ついてね、攻めやすいと。なぜかというと、まあ、例えば本局ね、同歩7二飛車のような手の時に、まあ、6五銀のような手がね、こう、こちらを受けながら、5四歩と打つような手が出てきますので、受けておけばね、実戦こう7五歩、同歩に、7二飛車とね、寄った時に、まあ、銀が上がってきてもね、もうあらかじめ5筋が受けられてるよという仕組みになっております。まあ、実戦は7二飛車に6七金とね、まあ、これも非常に形のいい受け方ですね。まあ、金をこう中央に使いつつ7五飛車という手に対して歩をね打って追っ払うことができますね。で、7二飛車と引きました。で6五歩と、まあ、非常にじっくりとしたね長い、序盤戦中盤戦と言えるでしょうね。駒組みがすごく長くね続いております。ここでまあ私は8四角とね、まあ、角をこう引いたのでこちら側に使いました。これ7三との比較は非常に難しいです。8四か7三か。これね振り飛車対居飛車の時に、まあ、本局に限らずどちらに出るかっていうのはねとっても大事なところですね。一つの違いなんですけど大きく、展開が変わります。で7三に出る方がどちらかというと守備的です。理由としましてはこう角がこう玉側を睨むことによって振り飛車からのね例えば4五歩とか、攻めを牽制できるんですね。ただし、まあ、8四に出ておけば7三桂とこの桂馬を使えるというのがまあ一つの魅力なんですね。なので7三に出るのか8四に出るのかっていうのは、まあ、とっても迷う。どっちも魅力的でね迷います。まあ、本局は8四に出ました。8四に出たことによって、こう中飛車なのでねここの歩がないので5七の歩がないのでこうね遠く敵陣の奥深くまでね睨むことができます。はい。で8四角に対して9八香と手待ちをしたんですが、3二飛車とね、まあ、9八香っていうのはね結構まあ振り飛車のテクニックでこの手がすごい深い意味があるわけではないんですが現状ね、自分の方が先手陣が、まあ、最善形で、まあ、後手に何か動いてもらえば反撃しようということなんですね。なので9二香が上がって例えば何か後手が動かす例えばですね具体的に仮にですね、まあ、この手もあるんですけど4二銀の手だと4五歩と突いて、まあ、薄くなった4筋を狙ってみようとかねこう一手待つことで後手がどうしますかというボールを投げてきてるわけですね。でそれに対して私が3二飛車と回ったんですが、まあ、この手がね、まあ私のとしての答えで、まあこう最善形を崩しませんよという手に対してじゃあ私の方もこう大きく駒は動かさないけれども厚みをキープしつつここで歩を稼いでねもっと得しちゃいますどうしますかってことですね。9八香という手自体に大きな得はないので、例えば極端な話ですねこれ9七香ってもう一手待てば3五歩からこう歩を交換しましてねで結局こう2手指してる間に私の方だけこう歩を交換して得しましたよっていう主張ですね。まあ待機策に対してならば少しずつ得しちゃいますけどいいですかというそういうことですね。はい。で、3二飛車に対して、それは許せないということでね4五歩と動いてきました。まあこの辺さすがね、先手の方は機敏というかねやはりこうちょっとずうずうしい手なんですよね。そういう意味で3二飛車っていうのは待機するんだったら僕の方は少しずつ私の方は少しずつ得しますよってそれは許せないよっていう4五歩ですね。はい。で4五歩に対して、3五歩とつきまして同歩同飛車とで3六歩で3二飛車とね、まあ、私のはこれで歩を2枚取りました。で、6四歩とねついてまあこれはね9八香からの方針と違うように見えますけど今言った理由で、後手の方が少しずつ得する
来たのでね、何か振り飛車側にも主張が欲しいということですね。で6四歩に同歩。この手は手筋ですね。ただ突いておけばいずれ角がやっぱり引いてくるよって話をしたんですけれども、クッションをね引いておけば角が引いて使われにくくなるということです。6四歩同歩、4四歩と取ってね、で同銀。ただね、居飛車の私としてもね、この展開をちょっと誘ったところがあるんですよね。私の方も最善形なので、動かれてるんですけれども、戦いになりさえすれば、銀冠も硬いですけど、私の王様の方が硬いよということで、戦い歓迎なんでね、先手に動いてもらって、そこを反撃しようという考え方ですね。で、同銀に4五歩とくらい打ってきました。ここでね、3三銀とか、3三銀引くとか、5三銀とか引けば穏やかなんですけれども、私の方もね、陣形がまとまってますので、5五銀と、勝負というかね、駒をさばきに行きました。これに対して引くとね、4六歩というのは、痛烈な手になりまして、こう下がるしかなくて6五歩とかね、こうなっちゃうとね、押せ押せムードになってしまいます。ですので、5五銀には、同銀とね、先手も取るところですね。はい。で、同歩、同飛車と。ただね、中飛車の飛車が来てね、後手としては、少し気持ちの悪いところなんですけれども、ここでね、狙いの反撃ですね。この飛車がね、来てますけど、よく見るとこれ5二にも5一にもなれません。角が効いてますからね、飛車と角が。ですので、5四歩と打つのだけはちょっともったいないかなという印象ですね。次になられるわけではないので、打ってしまうとね、8五飛車という感じで、ビュンビュンね、振り飛車ペースになりそうですね。ですので、4七歩とね、打ったのが、私のね、8四に角がいる、この角を生かしたね、狙いの手になります。次にこう4八がないとね、ここになられてしまうともう飛び上がっちゃいますね。これね、もう角で金払われて一気に攻められちゃうんで、といって同金ですとね、4七同金ですと、4六歩とね、歩いっぱいありますから打てば、かなりね、同金ならば4八角成。こちらによるようではね、もう形がむちゃくちゃになっちゃいますんでね。はい。なので、4七歩とね、打って、これね、指してる時に皆さんね、考えてほしいんですけど、こう銀と歩を4枚とか、こういう持ち駒ってすごく多いと思うんですけど、こういう時についね、銀を使う手を皆さん考えると思うんですよね。で、銀を使う手を考えるのはとても大事なんですが、銀と歩が4枚のようなこういう持ち駒の時はね、なるべくこう歩を使う手をね、考えるのがいいですね。こう歩を使って味をつけて見出しておいてとどめに銀っていう考え方ですね。いきなり銀を使うというよりは歩を使ってから銀っていうね順番、なるべく歩を使ういい場所ないかなって考えるのが、戦い方のコツになります。で、実際4七歩に対して7五銀とね、これはねもう角こう利いてちゃたまらんということでね、角を封印しに行きました。で7三角ときまして、こう打って角が辛そうに見えるんですけれども、冷静に見るとですね、王様の位置が11と28ということでこちら側なんですよね。で、ここに使う銀というのはあまり嬉しい銀じゃないんですね。もうこの部分だけ見ると角封じて一番いいんですけど、全体を見るとこうそっぽの銀になるわけですね。ですので7三角と辛抱のしがいがあるところです。で、実は4七金とね目障りな歩を、センター取ってきました。そして、すみません、6五歩と飛車取りにつきまして、これはですね、歩を打ってくれば、場合によってはこう7四歩とか5四銀とかね、そういう形でまた角が使えてきます。ですので、実戦は5四飛車と5六飛車でギリギリのね、形でね、相手の方もね、バランスを取ってきました。角は効いてますからね、先手としてもなるべくこれで抑え込めればという、感じでですね、はい。で、4六歩。こう銀をね、理想は居飛車としてはこの銀が遊んでるうちに攻めれればいいという感じです。で同金4八歩とね、歩のテクニックですね。これはね、次に5九飛車と寄るとこう角で金取れますからね、3八玉と頑張って受けてね、これはもう全面的にね、先手としてはもうなんとかこう全ての駒を使って受けきれればというところですね。で5五歩と打ちまして、5九飛車とね撤退しました。そして、5四金とね、私の方は攻めにこう厚みをね加えていきます。で、ここでこの歩は取れるんですけどね、こう取りますとね、ますますこう飛車と玉が近づくということでね、難しいところですね。取って去って待ったとは思うんですけどね、実戦は6四歩と。でもこの手はね、考え方としてはすごくいいと思います。この銀がやっぱりそっぽなんでね、できればこの銀をこう変えておきたいってことですね。ただ私の方もね、歩が今、現状なかったのでね、同金と取って、
同銀同角とね、まあ先手の注文にはまるんですけれども、金銀交換でね、先手の注文にはまるんですが、まあもう1枚銀を増やして攻めに厚みを加えました。そして、5四金と。まあできればやっぱこの角をいじめ切りたいというところですよね、先手の方としては。はい。で、7三角。で、4八玉と取ったんですが、まあ、ここでね、ようやく、攻めがね、つながってくる感じになってきましたね。8四角と出ましてね。まあこの金はね、玉側にいるいい駒なんですけど、今度こちら側のルートの時にね、止めるのが難しいですね。で、8四角に対して5七歩と。まあこれは王様に逃げますとね、銀2枚ありますから、もうドーンと打ってってね、押し切れそうです。はい。5七歩と止めたんですが、5六銀とね、ここに打てるんですね。すごい形なんですけどね。角の2段目の攻めというのは強力ですね。で、まあ同金。同歩。同金とね。同金、同歩、7五銀と打ったんですね。同金ですと、4七銀と、6七銀と打つ形で攻めが続くので、まあ再びね、ここに銀を打ちまして、まあ、再びこう止めようということですね。はい。で、4六銀と打ちましてね、まあ、ここからは寄せですね。玉の上部から押さえる。対局編の時に繰り返してたんですけど、上から押さえるというのが、一番分かりやすく、寄せる手になります。実際5八玉と逃げたんですが、角が出まして、同歩に、6六金と。ね、上からですね。これを取れば5七歩成という形があるので、それで取ってですね、まあ5七歩成もあったんですけど同歩と取ったんですね。まず5七歩成もありますね。同角ですとね、同歩と取れば結局攻めが切れます。まあこれはね、もう結構粘りが難しい局面で同金に対して、まあ、5七歩成もありましたね。今言った理由で実際同歩と取りました。で同角。そして7六金とね、あくまでこう上からですね。まあいろいろ本当はここはね、穴が硬いで小勢なのでね、攻めはいろいろあるところなんですけど、一番ね、分かりやすく上から攻める手ですね。で、4四角と打ちました。そして、6六金と取りまして、同角と。まあ先手の方もね、最善の粘りなんですが、いかんせんね、穴熊というのは、受けを考えないでいい。逆で先手からすると攻めが考えられないというね、ところが辛いですね。5七歩成。同角、そうですね。すみません、7六角と打ったんですね。すみません、失礼しました。5七歩じゃなくて7六角と打ちました。で、6七金打ちと受けたんですが、5七歩成、同角に、5六銀というのが、これはね、すごい派手な、まあ、ちょっと手順的にごちゃごちゃっとしてるんですけどね、派手な手で、どの駒を取ってもね、攻めがつながります。角を取れば角を取る。銀はね、もちろん取れません。で、実際はね、この銀を取ったんですが、6七角成となりまして、4八玉の一手に4七金とやはり上から押さえまして、3九玉に、4六金と、まあ、これではっきりしましたね。駒得しながらの攻めなのでね。まあ3八金と。まあこれは受けとしては最善ですけどね。4七銀成となりまして、2八玉に6八馬と。まあここは手順の寄せですね。で、3九飛車に6六角と打ちまして、2九銀とね。まあもうこれはちょっともう先手としてもいかんともしがたいですね。はい。で、3七金、同金、3九角成、同玉、3七成銀でね、まあ手順の寄せですね。特に難しい手もなく駒を剥がしていきます。で、3八金とね、まあ最後の抵抗なんですが、4九金と打ってね、即詰みに入りました。同玉の一手に、5九飛車と打ったところで、相手の方の投了となりました。まあ、これはね、本局は相手の方が投了図まで、まあ、詰みまでね、させていただいたのでね、最後の局面は一手詰めということで、きっちり攻めがつながって、私の勝利となりました。
いかがだったでしょうか。先手中飛車に対してね、居飛車なんかもね、固く囲いまして、相手の方はね、つの銀中飛車風味のね、バランス重視の戦いということで、硬さ対バランス、硬いんですけれども、硬さに任せて強引に攻めてしまうとね、そのバランスの前に攻めが切れてしまったりね、うまく攻めきれないということも起こりうるのでね、本局のような細かい指し回しをぜひぜひ参考にねしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録のもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。